バイクのチェーンって掃除しないといけないんだよね。当然です。でも面倒なんだよね。きちんとメンテした方が長持ちしますよ。あ、ペンタロウさんだ。アナゴさんにチュン太郎さん。アナゴさんがチェーンメンテ面倒だそうです。真面目にやると面倒だよね。 YouTube でコマネチさんとかいう人がチェーンメンテは不要だって言い切ってたよ。それはそれで正しいよね。でもトリセツには定期的に掃除すると書いてあります。それもそれで正しいよね。アナゴは面倒だからメンテしたくない。私は断固メンテすべきだと思います。じゃあペンタロウが決着をつけてあげよう。こんにちは、ペンタロウです。たびたび話題になるチェーンメンテ不要論。シールチェーンは不要だ、いやいやメンテ必要だと噛み合わない議論が続くこの問題。ペンタロウが経済的な損得という数字からどちらが得なのか答えを導きます。1、メンテ必要派の意見。まず断っておくけど、ペンタロウはただの庶民だからメカのことは詳しくないからね。メカの話はコマネチさんとかチェーンメーカーの人がしてるね。だからペンタロウは単純に経済的にどっちが得かだけで計算するから、そのつもりで。もちろんシールチェーンに限った話で進めていくんですよね。そう。シールチェーンの耐久性についてはおよそ3万キロ程度と言われています。結構持つんだね。それが一切メンテナンスをしないと3分の2か最悪半分くらいの距離でダメになるそうです。半分というと1万5000キロで交換しないといけないんだね。その通りです。長持ちさせるにはメンテナンスが必要とチェーンメーカーが言っているので、やはりこまめにメンテナンスすべきかと。メンテナンスが寿命に直結するのは間違いないんだね。とりあえず単純に考えると、メンテナンスすると3万キロ走って1回交換、メンテナンスしないと2回交換することになるわけだ。そうですね。綺麗な状態を保てて気持ちが良いですし、交換コストに関してはお財布にも優しいです。2、メンテ不要派の意見。メーカーとか販売店からは500キロくらい走ったら掃除して油さしてねって言われたんだよね。割とよく聞く距離感だけど、500キロごとは結構大変だよね。500キロと言わずとも1000キロくらいではメンテしたいところです。でもシールチェーンはグリスがシールされてて漏れないし、油さしても内部の回転部分に入らないから無意味だって聞いたよ。メンテ不要派のベースの考え方だね。確かにそうですが、シール内部のピンとブッシュ摩擦以外にシールリングとプレートの摩擦やローラーの摩擦などシール外部にも摩擦はあります。チェーンメーカーさんはその辺に油さすとささないでは寿命が違うと言ってるね。フレームへの逃げ道のために言ってるような気もするけど。確かに海沿いの屋外保管とかでダメになったりしても、メンテしてくださいと言ってますよねと言えるよね。メンテ不要派も防錆のために重油の効果はあると言っています。メッキしてないチェーンは環境によってメンテしないと錆びやすいのは間違いないかな。油さすと走ると飛び散っちゃって汚くなっちゃうし。そこについては同感です。理屈はどうあれぶっちゃけ面倒だからやりたくないんだよね。まあ面倒だよね。そもそもメンテしなくても寿命短くなるだけで普通に使えるなら別にいいと思うんだけど。確かにオフロードとか過酷な状況じゃなければひどいことにはならないと思う。だから少し寿命短くなってもその分早めに交換すればいいだけなんだから、メンテしなくてもそこに支障はないでしょ。3、メンテナンスコスト。さて、両方の意見が揃ったところで整理すると、シールチェーンはメンテナンスしなくても普通の環境なら走行に支障はない。メンテナンスすると寿命が伸びる。ということはメーカーやメカニックの話からおよそ導けるね。綺麗に保つと気持ちがいいですが、そこは一旦置いておくとしましょう。そうだね。心の問題は置いておいて、単純にコストで比較して損得を計算してみよう。まずメンテナンスすると3万キロ持つという条件で良いと思います。メンテしないと最悪方向で1万5000キロで交換する設定で計算するんだね。そう。そしてメンテ頻度はチェーンメーカーも言っている500キロから1000キロという設定にしてみよう。仮に500キロごとにメンテナンスすると3万キロまでに60回、1000キロごととすると3万キロまでに30回メンテナンスすることになります。コストかからない緩い方で30回でいいとしてショップにお願いしたらいくらかかるかな。ホンダドリームの請求は1000円だったから、1000円 ×30 回で3万円がメンテナンスコストになるね。二輪館ウェブサイトで確認すると、清掃と重油で3700円、重油のみで1800円
円となっています。ここでのメンテは清掃と注油だから3700円を30回だと合計11万1000円。すごい金額になるんだね。チェーンメンテナンスをショップに依頼するとおよそ3万円から11万円という計算になった。ちなみに500キロごとに依頼すると6万円から22万円という計算だね。こう見るとなかなかのコストがかかっているんですね。もちろん自分でやればクリーナーやチェーンルブのコストだけど、なんだかんだ準備から片付けまで30分くらいかかりそうだから、勤労コストに換算すると最低賃金でも1000円弱だね。面倒な人には自分でやるのも負担だね。掃除好きの人にとってはご褒美なので、自分でやる労力の考え方は個人差が大きそうです。自分でやる派は罰ゲーム派とご褒美派に分かれるから、外注コストで損得を計算してみよう。4. 損得計算。じゃあ損得の計算をしてみよう。ホンダ CB400 スーパーフォアを想定していきましょうか。純正チェーンの金額で計算するんだね。CB400 スーパーフォアの純正チェーンの品番を調べると 40540MY5306。販売価格は1798円になってる。チェーン交換工賃は2輪間で3800円です。工賃合わせて1万5000円くらいだね。純正チェーンって1万円くらいなの？このクラスの純正チェーンではいいとこ1万5000円くらいでは済みそうかな。125cc のグロムは品番が 40530K26901 で市販価格が1906円。交換工賃合わせても5000円くらい。CB1300SP ファイナルエディションは 40540MBB005 市販価格が 14,872 円。交換工賃合わせて2万円になるね。1000キロごとに掃除する人は3万キロで1回目の交換をする直前までにお掃除コストに3万円から11万円でした。ノーメンテの人はメンテコストゼロだよね。ノーメンテだと1万5000キロで寿命を迎えるから3万キロまでに1回チェーン交換してることになる。CB400 スーパーフォアの場合は工賃合わせて1万5000円。CB1300 は工賃合わせて2万円。つまり CB400 スーパーフォアの場合、ホンダドリームのメンテコスト1回1000円を1000キロごとにやるとして、メンテナンスコストは3万キロの初回チェーン交換までに3万円。ノーメンテで1万5000キロで1回チェーン交換したら1万5000円。CB1300 の場合はメンテする場合のコスト3万円は変わらず、ノーメンテで1回余分にチェーン交換して2万円。メンテすると損してない？大損してますね。単純比較するなら1000キロごとの実施で CB400 スーパーフォアは1万5000円の損で CB1300 が1万円の損。500キロごとにメンテを実施したら CB400 スーパーフォアは4万5000円 CB1300 は4万円の損。2輪間の1回3700円だったら CB1300 でも1000キロで9万円の損。500キロごとで20万円の損ですね。グロムだとチェーン2000円しないからもっとひどいことになるね。グロムを2輪間へ掃除に持っていったらそれで負け確定くらいのコスト感。CB1300 でも負け確なので、純正チェーンでメンテ外注するなら全てのバイクで負け確ですね。ここまでのコスト比較だと一切得することはなさそうかな。ただスプロケットの傷み具合と掃除頻度がどう影響するかは計算しようがないしわからないけど、掃除した方がスプロケットの寿命伸びそうな気もしないでもないから、損失はもうちょっと軽く見てもいいかも。5. 自分でやる場合のコスト。自分でメンテナンスすれば勝てる気がします。掃除が精神的負荷じゃなくてご褒美の人なら勝てそうだね。試しにコスト計算してみて。1000キロごとに自分で掃除するとして3万キロまで30回だから CB1300 で3万キロまでにチェーン交換1回削減できるとして2万円浮くことになるのはさっきの話の通り。2万円浮かせるために30回掃除するから1回あたり667円浮くことになる。チェーンルブや雑巾などのコストがあるから掃除用具を使い捨てすると赤字になりそうだけど、うまくマネジメントすれば500円くらい工賃を得たことになるかな。自分でやるとノーメンテよりも1回500円の利益ですか。なかなかの薄利だね。損益分岐点はその人自身の収益性によるよね。最低賃金は全国平均1120円だから1200円くらいと仮定すると、最低賃金で働くとするなら30分以内に終わらせれば CB1300 の場合はノーメンテとイーブンになる。グロムだと1回200円以下だから10分かかったら負けだね。
経済合理性の観点だけで考えると1000キロごとに掃除をするならほとんどの人にとってはチェーンの寿命が短くなっても単純に交換した方が得になりますね。他のお金になることに時間を使った方が経済的にはプラスということだね。やはりお掃除大好きご褒美派にしかメリットがないんですね。6. 環境負荷。しかしですよ。チェーンを交換すると環境負荷があるでしょう。もったいない精神だね。何事も長く使うのがいいよね。あれ、チェーンって鉄だよね。鉄って普通にリサイクルされるよね。鉄はリサイクルフローが整ってるね。実は高値で売れる金属だから、そういう業者のところに持っていくと結構いいお金になる。アルミも高いよね。アルミはかなり高いし、銅線なんかも高いから、LAN ケーブルとかもまとまるといいお金になるね。鉛バッテリーも良くて、車のバッテリーくらいだと買取価格1個500円とか1000円くらいになったりもする。逆に処分料請求されたりしますが、処分料で稼いでそれを売るという素敵な儲かるシステムが存在している。だからタダであげるけどいるってバイク屋さんとかに言うと喜んでもらうと思うよ。結局チェーンの鉄もリサイクルされるから環境負荷はあんまり考えなくていいんだね。そういうこと。環境負荷の話をすると、チェーンを掃除して油流して走って飛び散らすのも十分環境負荷にはなるよね。掃除した時の排水も負荷にはなるし、まあ下水処理がきちんとしていれば適切な処理はされるけど。7. チェーンメンテの意味がある人。結局チェーンメンテするとお金は損するし、自分でやっても損益分岐点に届くには相当な高速作業が必要なんですね。でも綺麗な方が気持ちいいのは間違いないよね。経済的にはプラスになりにくいけど、メンテする意味がある人も大いにいると思うよ。自分でチェーンをきれいにする作業が好きな人にはいいよね。磨きが大好きとか。掃除して綺麗になると気持ちいいよね。それから見た目チェーンが汚れていると気になる綺麗好きさん。汚れを見ると気になっちゃうんですよね。そういう人はまめに掃除した方が精神衛生上いいと思う。チェーンのフリクションロスがわかる凄腕のライディングスキルの持ち主も。チェーンの抵抗が大きいからタイム出ないよみたいなすごい人ですね。あとは1回5分でできる凄腕のチェーン清掃スキルの持ち主。掃除のスペシャリストだね。5分で全部できるなら経済的にもマイナス少ないですね。あとは20万円のチェーンを使っている人。これは純粋に得しますね。高いチェーンは50万とかもあるみたいだよね。こういうチェーンは徹底的に掃除すると寿命が伸びていいんじゃないかな。8. 結局メンテした方がいいのかな、しなくていいのかな。経済的にはたとえ寿命が短くなってもメンテしないで交換した方がいいことは分かったね。それでも意味ある人にとってはプラスなんですよね。チェーンメンテ不要論って決着つかずいつも荒れてるイメージだけど、そもそもチェーンは消耗品だから一定期間で交換する想定になってるよね。だからメンテしなくても必要な時交換すればいいから不要というのは正しいんだね。そう、シールチェーンなら。確かに消耗品をメンテするってレアだよね。エンジンオイルを抜いてろ過してまた入れるみたいなことと同じようなことをチェーンにやりますかという話ですね。メーカーも本当に必要ならただ掃除してねではなく、厳格にメンテ時期を示すはずだからね。エンジンオイルのように。たとえ消耗品のチェーンでも交換せずに長く持たせたいならメンテすると効果があるので、そういう人が必要と思う視点も否定されるべきではないですよね。メンテナンス作業が好きな人もいるしね。逆に経済的にはメンテナンスコストをかけるより交換した方が良いということもわかります。特にグロムとか部品2000円だし、メンテしない方が得だよね。要するに話が全然噛み合ってないんだよね。不要論の人はシールチェーンはメンテしなくても正常に稼働する製品だし、そもそも定期交換する消耗品だから経済的に不要でしょうというか、やると損でしょうという視点。必要論の人はやった方が劣化しにくいでしょう、気持ちいいでしょうという視点。どっちも間違ってないよね。お金を優先するなら必要最低限にしてまめにはやらない方が得策です。綺麗さを保ちたい、コストかかっても部品を長く使いたいという人はメンテするだろうし、
自分でバイクに戯れたいという人は必要作業と捉えていますしね。チェーンメンテはみんな見てる視点が全然違うから議論になってないんだね。ペンタロウは寿命で交換が安上がりと思ってるから、それこそグロムとかセローとか下手に 2,3 回掃除を依頼するなら交換した方が安いし、ほぼ掃除しないかな。オフロードでドロドロになったらよく洗うけど、あくまでペンタロウは損得感情優先だからね。コマネチ。穴子はシンプルに面倒だからやらないで、ダメになったら早めに交換する。私は細かい作業好きなので自分でお掃除派です。みんなそれぞれ気にするポイント違うよね。そういえばペンタロウさん、倉庫すごい汚いけど掃除しないの？ちょっと忙しくてだね。この間持ってないと思って同じトルクレンチ2本目買ってましたよね。いやー、なんか裏の方に落ちてて気づかなくてね。お金もいいけどさすがにズボラすぎるから今年は倉庫もチェーンも掃除したら。同感です。片付けられないペンギンですみません。今回こちらの世界のペンタロウはズボラすぎて片付けられずにとっちらかっているようですが、チェーンが綺麗だとバイクを眺めていても気持ちいいですね。よろしければ高評価、チャンネル登録、ハイプをお願いします。ラジオチャンネルでバイクの小話、メンバーコンテンツでプライベートな話をしているので、よろしければそちらもご覧ください。続く。